駅州の周りを次々と取り込んでいるのね。はい、慶州も大半は我々が抑えていますし、駅州の一部も先日の反撃で手に入れましたが、それが諸侯の反感を買ったようです。甲冑や元牙、義援といった主要な将は劉備に下ったと。甲冑がどうかしたの、カズト。確かに甲冑は弓の名手として名高いが、他の元官たちと比べてことに警戒すべき相手というわけでもないと思うぞ。それで今劉備は私たちに奪われた領を取り返そうとはしていないようだけれど。南蛮の連中と戦っているとのことです。すでに何度か大きな激突があり、その度に劉備の側が南蛮を打ち破っているとか。何度も？それほど南蛮の将は層が厚いというの？いえ、正確に言えば南蛮王と名乗る首領格の人物がいるのですが、それを捕まえるたびに劉備の命で逃がしているのだとか。はあ？なんだそれは。私に聞かれても困るわよ。そういう戦略なんですか？だから私に聞かないでよ。だってケイファちゃんは軍師。あんたも軍師でしょ。ならフー、お前ならわかるのか？ケイファではわからんのだそうだが。寝るな。都合が悪いので思わず寝てしまいました。たぬき寝入りと自分からばらすバカがどこにいるのよ。カズト、あなたはどう思う？カリン様、どうしてこんなやつに。なんだそれは。戦で負けた方が勝った方の言うことを聞くのは当たり前ではないか。言いたいことはわからんでもないが。わかるのか？まったくの理想論ですね。南蛮のような相手に通じるとは思えません。それを何とかしたいのでしょう、あの子は。しかしカリン様、劉備が南蛮と戦っているというなら、これはまたとない好機かと。これ以上劉備が勢力を大きくする前にこちらから攻め込んでしまうのが得策だと思われます。まあ劉備の側の話ばかり聞いて判断しても仕方ないわ。南方の孫作はどうなっているの？そちらの艦長も戻っているのでしょ？現状孫作に大きな動きはありません。燕術に奪われていた江東の治領を制圧した後、周辺にいる延期筋の豪族たちを平定すべく戦っているようです。それはまだ時間がかかりそう？いえ、孫作の陣営も江東の将を加えることでかなり戦力を増しています。団結も強く兵の士気も高いため、平定が終わるのも時間の問題かと。ならばどちらも背後は隙だらけということね。
どちらを先に倒すべきかしら。劉備かと。あれの思想は我々にとって妄想でしかありませんが、諸人たちには甘い蜜、危険すぎます。孫作ですかね。今の勢いを維持したままこちらを攻められるくらいなら、これ以上勢いがつく前に叩いておいた方が良いのではないかと。凛はどう思う？動くべきではありません。何？どういうことだ。ぼやぼやしていては連中のもとに優秀な将ばかりが集まってしまうではないか。あら春蘭、ならば我が国の将は劉備や孫作らの将にも劣る不甲斐ない輩ばかりだというの？そんなことはありません。我が軍の兵は歩兵に至るまで一騎当選。劉備や孫作の兵に勝りこそすれ、決して劣るものでは。ならば問題ないでしょう。凛、続けなさい。劉備も孫作も南蛮や豪族と戦いながらこちらの動きをずっと見つめています。故に背を向けた瞬間に牙を向いてくるのはどちらも同じ。ある程度は仕方ないな。残した戦力で防衛線を張れば決着がつくまでは持つのではないか。それでは意味がありません。もし劉備と孫作が通報し、攻められた方が持久戦に徹している間に残る一方がこちらに総攻撃を仕掛けてきたとすれば、今の我が国にその戦略を打ち破る術はありません。ならばどうするつもり？相手が袁紹や袁術のように同盟を組んで仲良く一緒に攻めてくるのを待つ？はい。それって大丈夫なんですか？凛、あの二人は袁紹たちのようにバカではないぞ。諸葛亮や周囲もいるし、わざわざ関東に集まって互いの足を引っ張り合うようなことはせんだろう。そこまではさすがに。ですが同盟を組んで足並みを揃えてくれることには期待しています。何かおかしいぞ、その理屈は。どこがですか？どこがだ。姉者の言う通りだ。通報することを恐れながら同盟を組んで足並みを揃えることに期待するとは矛盾しているのではないか。そう、それだ。なんだその目は。私が期待しているのは劉備と孫作が同盟し、攻撃の機を互いに牽制してくれることです。そういう意味か。分かった。分かったのか？ふむ、姉者には後で説明してやる。現状我らの総兵力は劉備と孫作を合わせたものとほぼ同等です。ならば足並みを揃えてきた劉備と孫作を同時に相手にして互角に戦えるというわけか。互角ではダメよ。そんな博打に掛け金を払う気はないわ。その通りです。ですが資源や職人の数、そして兵の増強の度合いに関しては張三姉妹の活動もあって我らの国が群を抜いています。
なるほど。その成長が二面作戦を展開して十分な量に達した段階をもって両国に一気に攻め込むか。すでに装備類は十分な数を確保しています。あとはそれを使う人材の確保と早急な育成が終わりさえすれば。結構。ケイファ、フー、あなたたちの意見は？二面作戦の研究は関東以前から継続して行っています。今まで実行する機会は賊の討伐程度にしかありませんでしたが、諸葛亮や周囲などに負けるものではないと証明させていただきます。劉備と孫作を同時に攻めれば互いの連携を断つこともできますしね。どちらかに的を絞り後輩を憂いながら戦うよりも良策かと。それに関しては私も同意見を。春蘭、軍部の意見はどうかしら？我々にできることはケイファたちの指示を完璧にこなせるよう兵の練度を上げることですな。その通り。ならば今後の大方針は劉備と孫作の二面作戦ということにすればいいわね。隊長、疲れたの。鬼軍曹とか言われても疲れたものは疲れたの。そうだぞ。我らの働きでこの戦に勝てるかどうかが決まるのだ。もっと気合を入れねば。ナギは気合入りすぎやって。そうなの。そんなことはないぞ。ですよね、隊長。ブーブー。ブーブー。ああ、劉備たちの兵が国境付近をうろついているという報告があってな。リュルを連れてこれから偵察に行くところだ。本郷、劉備たちも今この瞬間に連中と戦っているわけではないのだぞ。まあ孫作たちも細かな偵察は入れてきているようだし、我々も連中の寮に艦長を送っている。どこも同じということさ。そのはずだ。あれ、シューラン様、お出かけですか？少々帝軍山まで出かけてくる。ルルを借りるぞ。せっかく美味しいお肉が手に入ったから何か作ってもらおうって思ったのに。肉やて。お肉、私も食べたいの。肉か。シューラン様、準備できましたって。キイ、どうしたの？美味しいお肉を街で買ってきたからルルに何か作ってもらおうと思ったの。まだ新しいじゃない。これじゃまだ美味しくないよ。そうなの？
食堂の料理長に預けておいてよ。私が帰ってくる頃には今よりすごく美味しくなってるから。僕が持ってたんじゃダメ？キーが持ってても腐らせちゃうだけよ。肉の管理はすごく難しいんだから、料理長に預けた方がいいってば。そっか。なら約束だよ。帰ったら絶対これで美味しいご飯作ってね。キーの好きなもの何でも作ってあげる。いいですよ。これだけあれば兄様やシューラン様の分も。おや、私も商売に預かっていいのか？もちろんです。それにカリン様やシュンラン様も。その量で足りるかな？私も食べたいの。うちも。自分もいいですか？体調が家たぎりちゃうやろ。一番に食べたい言うたくせに。はい、みんなで食べましょう。じゃ、肉の調達は隊長な。決まりなの。了解です。分かったな、二人とも。任せとき。分かったの。分かったよ。さて、ならルルの料理を食べるためにも無事に帰ってこねばならんな。シューラン様、何縁起の悪いことを。死ぬとか言うたら飽きまへんよ。大丈夫です。シューラン様は私がお守りしますから。だからってルルも死んじゃダメだよ。当たり前だ。カリン様の許可なくして死ぬわけにはいかんよ。なあ、ルル。なら本郷、カリン様やアネジャのことは任せたぞ。ナギたちも兵の育成期待しているからな。ありがとうございます。ただの偵察さ。さして気をつけるほどの任務でもない。すぐに済ませて帰ってくるさ。ならすぐルルの料理も食べられますね。早く帰ってきてもお肉が美味しくなるわけじゃないのよ。あー、なら早く帰ってこなくてもいいや。まあいい。行ってくる。